はい、皆さんこんにちは。ブルーブルースタッフの泉です。今回はですね、房総の玄関機の磯の平鈴木ですね、こちらを皆さんにお届けしたいと思います。時期は、今2月ですね。で、産卵期なんですよ。はい2月ってね、房総産卵期なんですけど、魚がちょっと薄い時期ではあるんですけど、どうやってその1本にたどり着くのか、その考え方だったりプロセスみたいなところも含めて、皆さんにお伝えできればなと思いますんで、状況はね結構波入ってていい感じなんで、早速やってみましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ実況やっていきます。いい感じですね。今いい波ですね。ちょっと速攻打っちゃいます。さあどうかな、出てくれよ。ちょっとねまだ波が上がってきてないんですけど、波が上がってきてない時は少しこれぐらい薄暗い時からね打ってった方がいいですよ。逆にしけてる時は結構明るくなってからの方がねしっかり反応が出たりするんで、トップウォーターなんで、ガチポップトップウォーター使う時はね、爆しけってよりはこれぐらいの時の方がやっぱり動かしやすいです。こう波のてっぺんにあるとルアーがある時にね、入力のこうアクション入れちゃったりするとどうしてもやっぱ飛び出しやすかったりするんで、これぐらいの方が動かしやすいですね。しかしちょっと予報より波が弱いね。浅いとこ入ってるかな。こんな浅いとこ入ってくれてたらまさにトップウォーターの独壇場って感じだけどね。私が乗ってるのは岬の一部なんですけど、岬の張り出しがあって、でそこに画面左側からね波が当たって、画面右側にさらした流れができて、そこについてるであろう魚を今狙ってます。まだ時期的にはね産卵が終わりかけ、最後の方かな、産卵の時期で、ちょっと魚の個体数は少ない時期なんですが、戻ってきてる、アフター回復っていうのかな、アフター回復してきてる個体もちらほらいるような時期なんで、そういうのがね餌食うためにシャロに刺してきてればいいなーってことで、あんまりね追い回せるような時期ではないんで、移動距離を抑えてこういう風に誘えるものはこの時期もやっぱ強いですよね。沖ちょっと鳥が飛んでる。海の中はね結構水温見てたら春の水の感じっていうかな、水温に結構なってきてて、外の水がぐわっとこう房総半島にね押してきてるような春の水温にはなってきてるんですよね。そこ出てほしいな出てこねえ、ちくしょう。そんなことあるか。ちゃんと練習でもここバイト出たんだけどね、このエリアだったんだよな。ちゃんと水温とか魚の動きとか照らし合わせて、やっぱここら辺から今年は戻ってくるかって感じだったんだけど、寒いね。水の方がでも暖かいね。滑るね。波来ちゃったよ。うえい。さらしで見えない。さらしで見えないよ。ここだ。よし。頼むよ。この辺かな。はい、ガチポップですね。いい感じなんでやっていきます。いや、なんかどっからでも出ても良さそうなさらしですけどね。
こういう手前で出てくれたらね、おお魚入ってきたんだなーってなるんだけど、そんなに甘くないかなまだ。よいしょ。ガチポップのアクションについてなんですけど、難しく考えなくて大丈夫です。もうね、ほんとこのやってる通りワンピッチトントントンぐらいのトップウォーターでアクションがやっぱ見えるんで、それで力調整だけしながら一定のテンポでアクションさせるだけで、もうそれだけで大丈夫です。いい感じで流れも効いてる。これは出そうだけどな。向かい風でも飛ぶね。すごい飛ぶ。風が強い状況でも非常に使いやすいですね。今もね、向かい風が6メーター7メーターぐらい吹いてるかな。全く関係ないってぐらい飛んできますね。オーバーよりはサイド気味のキャストが、特にこの外洋のねエリアではマストになってくるんで、なるべくこうラインスラッグを抑えるようなキャストでお願いしますね。マジか出てこねえんすけどマジでイルス使われてんのかな。朝はずめ、このさらし流れ、ただ練習してた時よりなんか取りっ気が少ないようには感じるんですよ。フェイト離れちゃったかな。はい、ちょっとルアーチェンジします。ブロイン 140S ですね。ちょっとトップウォーター引いてみたんですけど反応なかったんで、レンジ一気に下げて 140S でちょっと探ります。おー、いい波が来ております。もう1個目から5本目コース入れた。よいしょ。さあどうよ、いるなら出てきなさい。沖回ってるな鳥。おっしゃ、来た来たよ。やばい、そっち行くなよ。よっしゃ、キャッチー、イエーイトップウォーター入れてね、出なくて、あれいないはずないけどなと思ってブローに書いたら 2,3 頭目ですね出ちゃいました。痩せてるし、このお尻の感じからいってやっぱ産卵直後ですね。トップウォーター引いてて結構しつこめにやったんですけど出なくて、でちょっと水面じゃできらない状況なのかなっていう感じで、産卵直後なんで下から突き上げきれないみたいな、そういう時もやっぱあるんで、少しレンジ入れてあげるだけでこうやって同じコース全く同じタイミングようなタイミングでも出せちゃったりするんで、ルアー変えて 2,3 投目なんでやっぱそういうことなんでしょうね。まだ水面にはできらんっていう感じで、結構ね水温もバーンって上がってきて春っぽい感じなんですけど、魚はまだちょっと回復しきってないよって感じで、ただ餌は食いたいからポジショニングはしてるみたいな、そんな感じですね。いやーよかった、なんとか魚出た。じゃあリリースします。釣った魚は釣った人の自由なんですけど、やっぱりねヒラスズキちょっと成長がね結構時間かかる魚って言われてるんで、特にこの産卵直後はやっぱ体力も使い果たしちゃってて正直美味しくないです。はい、なのでできるだけねリリースしてくれると嬉しいなと思います。いけるかな。いったで今釣れたんですけど、例えばこれが群れの魚だった場合、今のファイトだとか今の魚がバイトした瞬間とかを見てる可能性があるんですよね。なので釣れたルアーを交換する、ルアーチェンジする、ローテーションするって結構みんなあんましないと思うんですけど、私はこういう地合いが短かったり、あとはなんかバイトが群れっぽいなとかそういう風に感じた時、あとは狭いスポットから釣っちゃった時ですよね。そこにもう
もしかしたらこう複数匹の魚がいるかもしれないんで、そういう時は勇気を持って、ルアーをチェンジします。まあ色を変えるとかでもいいんですけど、シルエットは同じですね。 140S から 140J に変えます。まあ風が強いしちょっと波も出てきたんで、こっちでより遠くまで探れるように、あとルアー、さっき言った通り、色チェンですね、カラーチェンジということを込めてこれ交換してこっちで攻めてみたいと思います。すごい今ね鳥が飛んでるんですよ。ただね、どれも水面をつつく様子がないっていうベイトはちょっと抜けちゃった可能性がありますね。はい、行ってみよう。いいとこ入ったよ。うわー、当たった、やらかしたーごめんなさい、当たった、ごめんなさい、やらかしたー。ほらね、こうなってるでしょ、ライントラブル起こってるでしょ。当たったんですよ今。やっちゃった。いやもったいない。これね、ルアー触っちゃうとねバイトしなくなっちゃうんですよ。次別の魚がいればね、そいつが触ってくれるんですけど、まだそんなに魚がいる時期じゃないんで、今のバイトが結構貴重なんですよね。あれをかけていかなきゃいけないですよね、しっかり。いい感じで鳥飛んでんすけどね。ちなみに開発中のグローブです。はい、あったかいです。ネオプレーン待ちに待ってる人も多いんじゃないでしょうか。私もずっと待ってました。ずっとね、マンって言っちゃダメかななんて言ったんだろうな、某アパレルですね。某アパレルのネオプレーングローブを使ってたんですけど、やっぱ耐久性とか弱かったり、このね EVA のところが滑らないなんて当然のことなんですけど、こういうところ、あとこのリールシートですよね、こういうところが濡れた状態でも滑んない、そういうグローブを作ってます。濡れてなくてこういうとこ滑んないなんてグローブとして当たり前じゃないですか。ただ干潟とかこういう磯とかってもう手が濡れることがね前提となっているような場所なんで、濡れた状態でもしっかりこうグリップが効くっていうようなグローブです。はい、もう一個いっちゃいましょうか。はい、せっかくなんで。もう一個特徴として、内側にメッシュ生地が薄く入ってるんですね。で、私肌がすごく弱くて、ネオプレーン生地1日つけてると痒くなっちゃうんですよ。結構そういう方も多いんじゃないかなと思うんですけど、でこの1枚ね、ほんと薄いメッシュをこうやってかますことによってかなり、全くないとは言わないですよ、かなり軽減されるんで、肌の弱い方だとか、なんかネオプレーンつけたいけど肌荒れるんだよなとか、あとワセリン塗ってつけてたりも私してたんですけど、そういう方もいると思うんで、そういう方にすごくおすすめなグローブになってます。イエイ。ちょっと待っててください。可愛いでしょこれ、可愛いでしょ。はい、じゃあ引き続きやってきます。アイザーですね。もう見るからに浅いポイントなんで、ちょっとこれで少しだけレンジかまして水面直下をゆらゆらーっと攻めてみたいと思います。はい、行ってみましょう。いいね。もうなんかこの波がどっか入ってきて、このさらしが広がってるこれを見るために生きてると言っても過言ではないぐらいワクワクするな。最高の景色だよ。よっしゃ、行ってみよう。さあどうでしたろう。基本ノーアクションでもうただひたすら巻いてくる、流れを感じながら巻いてくるだけなんですけど、たまにちょんちょんってやってあげて、ここになんかいますよってこう教えてあげるような、そういうアクションもすごく有効です。こんだけトリッキあってさらしもあってバイトがこんだけっていうのはちょっときついね。はい、ルアーチェンジです。 140J、 ブローイン 140J ですね。ちょっと誘ってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。漂わせる釣りと誘って気づかせて食い上げてくる釣りはもう全く別物だと思ってください。
ね、誘わないと気づいてもらえない、気づかない魚たくさんいるんでね。でこの産卵直後の時期はこう連続でジャークするんじゃなくて、ほんと2回とかトントンって誘ってそこに置いとくみたいな、ここだよって教えて置いとく、ここだよって教えて置いとく、こういうね移動距離少ない誘い方がいいと思いますね。こう沖堤防とかと違って磯ってこう波がね、水面がゆらゆらしてるんで、ジャークの時こうルアーが頭が上を向けやすいんですよね。重心移動の球がこう後ろに行っちゃって、でその状態でジャークしちゃうと、せっかくいいとこ入ってるのに水面からこう飛び出ちゃったりするんで、磯でジャークするときは連続ジャークではなく、こう 2,3 回誘っては1回テンションかけて、ちゃんとウェイトボールが前の位置に来てるなっていうのを確認してからジャークするといいですね。でその止めてるときにね、やっぱ魚の食う間にもなるんで、バイトのチャンスにもなるんで、で止めてるときにやっぱ食わした方がかかりもいいです。うわーめっちゃ刺してる、あっこ春だねー、春だわ。ヒラスズキはまだ春じゃねえか。あと2週間ねずれてたらだいぶ違ったと思うんですけどね、この状況なら。今シーズンのですね、房総の磯ヒラ事情というか状況なんですけど、水温が下がっていくと、玄関期ですね、水温が下がっていって、ベイトがやっぱなかなか寄りつかない時期なんですよね。キビナゴだとかカタクチガシだとかで、そういった時にメインベイトになってくるのが灘にいる波の花っていうちっちゃい、冬時期だと2センチ3センチぐらいの、ベイトになってくるんですが、玄関期それをね、こう溜まってる場所を見つけると、その波の花を捕食してるヒラスズキが、比較的、ボイルしまくってるとかそういう時はちょっと難しく食わせるのが難しかったりするんですけど、比較的コンスタントに釣れてくれるんですよ。で、個人的にはですよ、今シーズン出るガチポップ100、これはねその波の花のパターンにもうバッチリ合わせたようなルアーで、その波の花を捕食してる魚を攻略するために個人的にはですよ、作ったと言っても過言ではないルアーなんですが、なんと今シーズンその波の花が全然いなくてですねはい、全然いないんですよ。そんな中で産卵期に入っちゃって、なおさら魚は薄くってどうしようかなと思ってるところなんですが、ただ全ての魚が同じタイミングで産卵に行くかっていったらそうではなくて、もちろん個体差があるので、その少ない中でも、どういうふうにアプローチしたりだとか、どういうルアーでアプローチした方がいいのかっていうのをちょっと触れておきますね。産卵後の魚、アフター回復って言われる魚ですね。でそういう魚がやっぱ基本的に増えてきます。春が進んで、3月に入ったりするとですね。でそうなってくると餌をなかなか追えないんだけど、餌を食べたいがためにその刺してきてるというか、さらしの中だとか根の際とかにポジショニングしてるんですね。でマイクロベイトって遊泳力が低いんで、結構産卵後も餌になりやすいんですけど、ただ今年それがいないということで、そういう時にね、意識してほしいのが、魚を迎えに行ってあげるってことですね。要は簡単に言うとレンジを入れてあげるってことなんですけど、なかなか食い上げてくることができないんで、例えばジョルティだとか、レンジを、さらしの1枚下を通してあげて、なかなか食い上げに来れない魚に対して食いやすいレンジまでこうルアーを迎えに行ってあげる、落とし込んでいってあげるみたいな、そんなイメージですね。あとは水深が深いところなんかはジャークとかで誘って、なるべく移動距離を抑えながら魚のバイトゾーンになるべく少しでもほんと長く置いとける。そうすると魚が見つけて、あれはいけそうだと思ってこう下から突き上げていくって感じですね。誘う釣りも
基本的には連続ジャークじゃなくて 2,3 回ジャークしては少しこう漂わせて 2,3 回ジャークしては少し漂わせてっていう感じで、移動距離っていうのを極力短くしながらルアーをアプローチすると、達成の低い食い上げてこれないルアーを追えない魚も結構バイトに導くことができるんで、ルアーを入れて迎えに行くか、誘い上げるにしてもゆっくり誘って長く見せてあげるっていうのを意識してあげると、そういう玄関期の、アフターって言われるやる気のない魚もバイトを導くことができます。そういう時に、やっぱ反応が薄いと結構ね、ちっちゃめのルアー110だったりだとか、こういういわゆる90ミリ前後のシンキングペンシルとか、もちろんそういうコンパクトなルアーも有効な時があるんですね。ただあんまりね、ルアーのサイズ云々よりはもうそこになるべく置いとくっていうことを意識して、さっき言った通りでアプローチしてもらうといいと思います。でその理由がもう一個あって、やっぱりバイトが弱いんですよ。大きく口を開けて吸い込むっていうことをあまりできないのか、ほぼほぼ外がかりなんですね。そういったバイトを取っていくにしても、大型のルアーの方が結局こう絡め取ることができるんで、ルアーの大きさを反応がないとね落としがちなんですけど、それよりもバイトに来た時にどんだけ絡め取れるかだとか、どこまでキャッチ率が上げられるかっていうところをちょっと気にしながらルアーセレクトしてみるといいかなと思います。もう皆さん後ろに見えてると思います。このさらし打ってみたいと思います。ガチポップ100からですね。水面からやってみましょう。いやー、いいよ。見えるからに100点の状況ですけどね。さあどうでしょう。さらしの伸びたところらへんから打ってみましょうか。なるべく移動しないように、でも力強く誘う。もう基本アクションはワンピッチですね。ドン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 、これぐらいのペースで大丈夫だと思います。ないんだ反応。違うっぽいっすね。違うって言ってます。よいしょ。はい、ルアー変えます。どうしようかな。いや、アイザーから入れた方がいいのかな。いやいや、そんな時間はないでしょ。アイザーのレンジ出るんだったら水面出てもいいしね、と思うんだよね。やっぱりレンジがね、入ってる入ってないで反応全然変わってくるんで、ガチポップと同じで誘う釣りなんですが、 140J でジャークで誘ってみたいと思います。誘っては止めて、誘っては止めて、移動距離をなるべく短くですね。で波でライン持ってかれたりするんで、その時もちょっとこう縦ジャークなんかやって糸を切ってあげる、波から。そうするとルアーがピューって流れて波に持ってかれることないんで、なるべくその置いとく意識でルアーを動かさない、移動させない意識でアクションつけてみてください。あえてさらしが薄いタイミングでも入れてみましょう。いねえんかい。まいったね。食った。よっしゃ、手前で食った。よっしゃふう外れちゃった。やばいやばいやばい、波来ちゃう波来ちゃう波来ちゃう。よいしょなんてかっこ悪いランディング外れちゃって焦っちゃった。よいしょ、めっちゃ手前にいました。イエイ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 シュッちょはい、よいしょ、はい出ました。ふわ土日中です。玄関期産卵期、とても魚が薄いんですけど、こうやってね、今手前で
何回も何回も誘ってしつこくやって出てくれたんですけど、やっぱりね水面で何回も誘ってもダメでレンジ入れて、で何回も誘ったら我慢しきれず出てきてくれたっていう、そんな感じの魚ですね。ありがとう。いい匂いします。リリースしますね。また大きくなって遊んでね。ごめんね、長々と。いけるかい？よいしょ。おお、いったいったいった。帰ってった、そっちから。バイバイ。やりました。いやー、厳しい中でもねこんな感じで釣れますんで、この動画がアップされる頃には春本番っていうような時期になってると思うんで、もっとね、魚が反応しやすい、ルアーを追いやすい、餌を追いやすい時期になってるんで、ぜひぜひ皆さんも磯に、房総の磯に来てみてください。しんどかった